おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のジョウスケだよ。全員ぶっ飛ばす。ジョウスケはシーズン10のアップデートでインスタントボールの耐久値が減少。なんだけど、正直言って影響はほぼない。そもそもジョウスケを使っていて同じ壁をずっと縦にするということがほとんどない。その上一度に3つまでガンガン形成できるので、むしろ耐久値よりも持続時間切れで自壊する方を心配した方がいい。さて開幕トニオさんの店でシールドは万全。しかし周囲に残っているダービーの資格はこれだけか。アルティメットが解放できていないが周囲に射撃持ちのプレイヤーが複数いて危険だ。ここは体力の温存を最優先にして安全を確保しよう。さて次の安全エリアに行きたいところだが。敵だなってめえ。グレート。目と目が合っちまった。できればチップを奪いたいがどこに誰がいるのかわからないので慎重に攻めなくては。おっと正面方向に何人かいるな。やばい俺どうしよう。くそ殺してやる。やったおいジョス何してんすか。よし理想の形でチップを奪えた。まだリゾットの攻撃音もするので早いところ退避しよう。そしてそろそろ建物に踏み込む際も誰かいないか警戒しておかないとな。ここならしばらく攻撃をしのぎながら体力を温存できそうだ。お、誰か踏み込んできたな。このままやってやるぜ。よし奥安撃破成功。この先開けたエリアで出くわしたら厄介だったのでここで倒せたのは大きい。さて次の安全エリアに移動しなくては。終盤のエリアは建物が一切ない田園地帯。まだミスタとリゾットの攻撃音がするので両方から狙われないよう注意して動かないとな。さあここからがジョウスケの本領だ。ここら辺はだだっ広くて遮蔽物も全然ないが、ジョウスケならば自力で壁を形成できる。これならエリアが狭くなるまで攻撃をしのぎやすくなる。ちょっとわかりづらいがさっきから左側の作物の中にジョルノが隠れているな。ここは音を出して気づいているアピールをすると同時に、射撃キャラに気づかせて隠れにくくしよう。ドララーなんだと。下手に仕掛けて追い詰めると道連れ上等で殴り返される可能性もあるので、ここはあくまで気づいているアピールのみ。これで向こうから仕掛けてくる可能性も減るはずだ。さて時間を稼いでいる間に向こうでリゾットが落ちたな。これで射撃持ちはミスたのみ、遮蔽物でのガードもやりやすくなった。あとはこのまま遮蔽物を作りながら前進を繰り返し、エリアが狭くなったら一気に仕掛けよう。さて最後の一人は丈太郎だな。途中なランチャのボムを食らっていたので万全ではないはず。そうなると時と目も温存してはいられない。よしジョルノを削るチャンス。おめえをぶったたいてやるっすよ。2発命中、これで多くともあと3発で倒せる。さてこちらが有利な現状アルティメットはまだ切り時ではない。使うとすれば相手がこちらを切り崩すためにアルティメットを使った時のカウンター用。それまではギリギリまで引っ張る。攻撃を壁でしのげるこちらと違い他のプレイヤーは時間がかかるほど消耗していく。やるしかない。俺を攻撃しようっつうのか。舐めてんじゃねえぞってね。さあ残るは2人、あとはアルティメットで切り抜ける。切り抜けるってのとはちょいと違いますね。ぶち壊し抜ける。ドララ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 ラ逃げ道はないようだな。なんだおい。そうやすやすと逃がすかよ。ドラ俺の作戦はよ、すでに終了したんだよ。インスタントボールで持久戦をしのぎ、アルティメットで一気に畳みかけて勝利。ああいう遮蔽物のないエリアではガード持ちよりも守りを固めやすいのがジョウスケならでは。近距離攻撃に対しては見た目以上にすり抜けるので迂闊に近づく相手の迎撃もできる。ただすり抜けやすいのは相手も同様なので壁を挟んだ近距離戦闘では相手の動きをしっかり見ておく必要がある。それでは次の対戦行ってみよう。手加減しねえっすよ。さていきなり目の前に投資アイテム。仕方がない。そして目の前にブチャラティ。開幕シールドがない状態でお互いを倒すのに必要な攻撃回数の違いは一発のみ。リーチは圧倒的にこっちが負けているのでブチャラティとはやり合いたくない。ここでやり合ってもいい。うるせえよもう。それに別方向から他のプレイヤーが来る可能性も大いにある。案の定近場にプレイヤーのリゾットもいたので、あのまま交戦して仕留めきれなかったら不意打ちを受けてた可能性もあったな。
プレイヤーが密集しているということは別方向が手薄の可能性もある。まずは無理をせず入会してダービーの資格とアイテムの回収を優先しよう。よしこんなエリアの隅っこに2体も残っていた。ダービーの資格が残っているということはプレイヤーも来ていないのでアイテムが残っている。やはり開幕無理をしなくて正解だったな。さて次の安全地帯に行かなきゃならんけど、進行方向にリゾットとミスタか。ぶっちぎるしかねえ。動くんじゃねえ。こいつ危なかった。今回はしのげたが次の安全エリア次第ではまだまだ危ないな。投資アイテムで残りのキャラを確認しつつ、どう立ち回っていくか考えよう。射撃持ちがまだいた場合、この後結託されて集中放火を受ける可能性が高まる。とりあえず次の安全地帯までは建物を飛び移れば射撃を食らう危険性は大きく下がるな。まずいな、さっきとは別のミスタもいるぞ。となると残りはミスタ2人にリゾット、それとブチャラティといったところか。これは全員が残りのキャラを把握した後厄介なことになるな。グレート。次の安全エリアは大通りを挟んだ向こう側、まさにグレートな状況だな。射撃持ちに見つかれば集中放火を受けることは必至、全員に気づかれる前に動くしかない。プレッシャー。射撃持ちが3人いるので前の対戦のように屋外でしのぎ続けることはできない。かといって移動中被弾を避けることもできないのでダメージ覚悟で建物に駆け込むしかない。いや、この長介くんならやれる。ドララ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 ラドラ。いたがこの根性、ざまいな。シールドは削られたがなんとか繋いだか。こういう時もミスタがアルティメットを打ち込んでこないか常に警戒。とりあえず今はミスタの狙いが分散していて狙われる心配は少ない。しかし今回はとことん次の安全エリアから遠いな。やってやるぜ。正面のミスタに気づかれたか、右のミスタに気づかれる前に移動だ。さてリゾットもこちらを狙ってくるならアルティメットを切って崩しにかかっているところだが。依然問題はなし。よし下の4人はこちらを見上げている余裕はない。加えてこちらはエリアが狭く人数が減るほど有利。こちらを狙ってきたらアルティメットで切り返す準備をしつつ、ギリギリまで粘る。気づいてないようだな。この時点でおめえの勝ちはもうないってことだ。ただぶちのめすだけだからよ。すげえ爽やかな気分だぜ。新しいパンツを履いたばかりの正月元旦の朝のようによ。トラックの上で乱戦をしのぎつつ最後は結託していたミスタ2人を倒して勝利。ジョウスケの縦移動能力は建物2階分程度だが、ジョルノやジョリーンと違い一瞬で位置取りできるのが強みの一つ。とまあ、ソロ戦において耐久値の減少は大して問題なし。しかしペア戦では火力が集中して耐久力900では持たないケースも考えられるため、そっちの方ではこまめに作り直すなど耐久力を考慮して運用していきたい。それではご視聴ありがとうございました。